やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。ドライバのデカさは余裕のデカさ。今回紹介するのは、BGVP の1ダイナミックドライバイヤホン。BGVP メロディだ。昨年9月頃に登場した商品なんだけど、色々あって今、2023年1月の紹介になったぞ。とはいえ、遅れてでもレビューしたかった。この商品の注目ポイント。それは、見ての通り、優れた外観と、それから、そのデザインの中にみっちみちに詰まった、12mm のダイナミックドライバだ。もちろん、ただでかいだけではなく、15マイクロメートルのポリウレタン樹脂に、これまた薄い5マイクロメートルのカーボンコーティングを施した、薄型カーボン系振動板に、反応の良いボイスコイル、さらに、強烈な 1.5 テスラの磁石、デカさはパワー、パワーはパワー、ということで、その洗練された外観と技術とは裏腹に、とにかくパワーと反応の良さに振りまくった、フィジカルモンスター系1ダイナミックドライバとなっている。さらに、それだけじゃなくて、3種類のチューニングフィルターも用意されていて、ハイファイバランスポップスの3種類のフィルターから音色を選択することが可能だ。見た目、スペック、チューニング、それぞれから興味を持った人が多かっただろう。BGVP メロディ、実際、ここ最近の BGVP の中でもダントツで気に入ったサウンドだったぞ。外装から見ていこうか。六角形のモチーフが印象的な外装部分。ただ、耳に当たる部分の方は滑らかな成形になっていて、角張った印象は受けなかったぞ。フェイスプレート側は比較的大きく作られているんだけど、耳に当たる部分は、一般的な耳掛けイヤホンのそれだ。ただ、奥行きがあんまりないので、人によっては装着感が浅く感じるかもしれない。個人的にはライトで全く問題のない装着感に感じたぞ。また、一目でわかる赤と青のカラー部分がデザインの中に落とし込まれていて、装着時にも混乱しない。ここも好印象なポイントだ。音色を切り替えるフィルター部分は、ノズル部分になっていて、ネジのようにくるくる回して装着する。注意すべきなのは、これ、両方柔らかいアルミだと思われるので、適当に斜めった状態でくるくる回すと簡単に舐める。イヤホンフィルターは繊細なのだ。というわけで、眠い時とか急いでる時にはフィルター交換はおすすめしない。これは大体のノズルネジ式フィルターに言えることだな。リケーブル方式は MMCX。精度も良く、特にトラブることもなく、ケーブルを装着できた。ただし、MMCX は何度も付け外しを行うと弱いので、あんまり頻繁にケーブルを変えるような想定で使うのはおすすめしないぞ。付属ケーブルは、NS10 に付属していたものと同様で、2.5mm、3.5mm、4.4mm にプラグ交換を行うことが可能なタイプ。パッケージが分かれていないので、安心して購入できるな。さらに、メロディにはマイク付きケーブルが付属するモデルがある。そちらはマイク端子の関係でプラグ交換は不可能になっているぞ。3.5mm オンリーだ。音質も考慮すると、プラグ交換可能。マイクなしのタイプのケーブルを使うのが良いだろうな。パッケージ内容は、高級感と清潔感のある白い革調ポーチ、イヤーピース、そして交換用のフィルターだ。フィルターは金属製のしっかりした台座に収まっている。台座ごとケースか何かに入れてなくさないようにして保管するのが良いだろうな。質感に関しては、非常に良い。バリなどもなく、シャープで、ただし角はしっかり丸めてある質感で、この個性的な見た目だけでもかなり評価が良いんじゃないかな。本業は音色の方にあるが、さて、イントロでほぼ話しちゃったけど、中身について話そうか。メロディの構成要素は、強力ででかいドライバー、高音を修正できる、振動板のカーボンコーティング、残響をコントロールできる、アルミ合金のシェル。そして、好みに合わせて音色を調整できる、ノズル内配置の交換式フィルターだ。12mm の振動板は、中国系の1ダイナミックドライバモデルの定番である、10mm よりでかいダイナミックドライバは、でかいほど低音域の表現力にゆとりが出てくる。一方で、振動板の反応を十分注意して作らないと、高音域が眠たくなるのも 12mm だ。が、メロディは高音の眠たさは全く感じない。背面にはそこそこ音漏れするベントが用意されていて、ここのおかげで、低音が支配的になりすぎないのが良いな。そのため、開放度が若干高く、パワーにゆとりのあるなり方、という印象。低音域側は十二分に多いんだけど、密閉度が高くなくて、広がりを感じる低音域だ。10mm ダイナミックドライバの低音重視モデルだと、より密閉度が高くて、低音域に包まれているような感覚になるんだけど、メロディは程よく空間に低音域が拡散していく感じ。ただし、元々がパワフルなので、パワー不足感は全くないな。12mm ダイナミックドライバの良いところだと思う。高音域も、開放度に頼っておらず、高音の輪郭は、しっかりと常に感じられる。
中音域に関しても、もちろん空間を感じるなり方となっており、ボーカルの聞こえ方、響き方も自然で聞き取りやすいものになっているぞ。パワーで押し切る曲が得意で、音の数が増えてくると、やはりマルチドライバ機や、より精密な音を得意とするイヤホンが有利になっていくんだけど、音の数が多いイヤホンでも、破綻を起こすようなことはなく、全体におおらかな雰囲気でしっかり鳴らしきってくれる。そういったポテンシャルに関しても問題なしだ。メロディの音色を一言で表現するなら、開けた場所、感触になりすぎない、適度なオウムさ、そして強烈だけど、しっかり適量が逃されている低音域、広くて天井を感じない空間。と、こんな感じ。さらに、ここにフィルターギミックが加わる。ぶっちゃけ、高音が一番減衰しないハイファイフィルターがニュートラルくらいの印象。BGVP のイヤホンは、ウォームド低音と高音よりのバランスの2択になることが多くて、それぞれ特徴が強い。今回紹介したメロディに関しても、12mm ドライバの表現で大体お察しいただけると思うんだけど、メロディは、かなり低音域のインパクトが強いイヤホンだ。メロディのフィルタは、ドライバの前にまさしく音を止める網。フィルタをかけて、高音量をコントロールするタイプのフィルタなんだけど、そもそも低音がゴリゴリに強いので、高音域を減衰させてやる必要がほとんどない。どちらかというと、低音の量、それから、低音の質感で判断するのが良いと思うな。ざっと3種類のフィルターを聞いた感じ、高音が増えたり減ったり、バランスが変化するというよりは、低音の量が増え、ウォームになっていく感じ。表記ではハイファイ、バランス、ポップスの3フィルタなんだけど、実際にはバランス、バス、サパーバスの2種類だと思う。個人的には、一番高音が減衰しない、内部にフィルタが仕込まれていない、ハイファイフィルタがおすすめだな。というかハイファイフィルタでも低音域の量感はたっぷりだ。EDM なんかの電子的に増強された低音域でも、めちゃくちゃ太く深く表現できる。それでいて密室でグリグリ耳元で聞かされているような圧迫感がないので、低音のスケール感がでかい。また、そこまで超低音ばっかり聞いている人でなくても、打楽器の音が空間を震わせるような感覚を表現できるので、12mm ドライバの豊かさを感じられるぞ。これは、より低価格の 12mm ドライバでも同じ馬味なんだけど、それに加えて、薄型振動板のおかげで反応が良くて、残響が変にこもったりしないところも良いポイントだな。ここで残響や空間表現が濁ると、空間の広がりとかが感じられなくなったり、低音の余韻の印象が眠たいものになって、ドライバがでかいだけじゃダメだな、というオチになるんだけど、メロディの場合、残響がしっかりありつつも変にキレが落ちないので、聞いていて、音が響く空間に違和感を感じたり、閉塞感を感じたりしないんだ。ただ、この印象が特別強く感じられるのは、ハイファイフィルターでの話。ノズル内に障害物を置くことで音色をコントロールする他フィルタだと、残響の違和感はちょっぴり出る。君が通常の5倍の低音を常に摂取しないと精神的に不安定になるというなら話は別だけど、そうじゃないなら、ハイファイフィルターでしっかり崩れない余韻を楽しむのをおすすめしたいぞ。金属ハウジングなのも、この低音の量感と、残響がしっかり弾いてくれる印象に大きく寄与してると思うな。というわけで、メロディは大型のダイナミックドライバー、強力なマグネット、薄いカーボンコート振動板、力強く、それでいて解像度を損なわない設定になっている。おすすめはハイファイフィルターで、この状態だと低音のインパクトと空間が両立される。ぶっちゃけバランスフィルターはバランスと思っちゃダメだ。付属品も充実していて、使いやすい1台だと思う。12mm の魔力、または外観に惹かれて購入した人なら、絶対後悔しないだろう。おすすめだぞ。ちなみに、ちょうど最近、低価格ブランドが 12mm ダイナミックドライバ採用の1ダイナミックドライバと、12mm1 ダイナミックドライバ機を発売してたな。このメロディと同様の 12mm サイズのダイナミックドライバを採用した、KZESX1 ダイナミックドライバと、KZZNA1BA1 ダイナミックドライバだ。それぞれ、3000円程度で購入できるイヤホンなんだけど、メロディと比較すると、ESX は高音域の明瞭さや響きでメロディが有利。これは、カーボンコーティングと金属外装、それから、外装の背面部が開放されているメロディの強みだな。ここら辺の完成度やフィルターギミックの分、メロディの方が価格分順当に出来が良いように感じられる。ZNA と比べると、メロディの方が低音の響き方に特徴があるのも面白かった。ZNA の低音は、メロディより近くで鳴っている感じがあって、また、ハイブリッド型で、高音低音のメリハリがよりしっかりしてるんだけど、明らかに高音が低音の上、
そして後方で鳴っている印象があるんだよな。この音源の位置の違い、というのをメロディを聞いた後だとより強く感じた。メロディの空間表現は、ZNA や ESX より広いだけでなく、音の発生源も、適度な位置と距離感を感じさせられる仕上がりだ。この空間の感じ方については、人によって好みも色々あると思うんだけど、少なくとも、メロディの空間表現は特殊で、聞き応えのあるものだと確信できる。というわけで、低価格モデルとの差は、低音の量感、距離感、空間表現、そして、高音の明瞭さ、低音との乖離のなさだな。もちろん、あえてここを崩すことで面白い音になるイヤホンもあるんだけど、なんというかメロディ、ぎゅーっと低音を濃縮してる感じはないのに、パワフルでかつ広がりがあるんだ。まず低音、ただし、低音だけじゃない。そして、独特な空間を持ってる。そんな仕上がりの一台だな。外観も合わせて、がっつりおすすめしたい一台になっている。おすすめだぞ。というわけで今度こそこんなところだな。12mm ダイナミックドライバーも数が増えてきたので、低価格機と大きく違うもんかなと思いながら聞いたんだけど、大きく違うよ。メロディは一時期話題になってるのを、色々あって受け取れなかったので指を加えてみてたんだけど、当時の好評ぶりが、自分で聞いてしっかり納得できたわ。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。